どうしてこんなことを。うるさい。さっさと落ち上がれ。人気のない参道で私は絶体絶命の窮地に陥っていた。夫は表情を歪ませて私を崖の方へ放り投げようとしている。岩を掴んで耐えているが、この手を剥がされたら私は終わりだ。崖下に投げ出された自分の姿を想像し、私は恐怖に包まれた。そして昨夜聞いた夫の言葉を思い出した。事故を装って突き落とす。それはこういう意味だったのだ。だが私は夫の思い通りになるつもりはなかった。私の名前は七海、30歳の会社員だ。結婚3年目になる2歳年上の夫の匠と2人暮らしをしている。私たちは同じ会社に勤めており、社内恋愛を経て結婚した。共通の趣味は登山だったが、これは私が夫の影響で始めた趣味だ。夫の山好きは彼の両親の影響が大きい。義両親の山好きは年季が入っており、若い頃から夫婦で名山巡りをしていたそうだ。夫も子供の頃から山でのハイキングや低山の日帰り登山に連れて行ってもらったことから、山登りが趣味になっていた。私はこれまで登山経験はなかったが、夫と出会ってから初心者向けの山に誘われて、その魅力にはまっていったのだった。特に山麓に温泉があるような山での登山が好きで、日中山登りで疲れた体を温泉でゆったり癒す至福の時間は最高だ。結婚当初はよく夫婦で登山に出かけていたが、夫が昇格して部署が異動になると残業や休日出勤が増えて、一緒に過ごす時間が減っていった。今週末も仕事で接待があるから朝から出かけるよ。また？最近休日もずっと仕事してるじゃないの。接待って何なのよ。仕方ないよ。社外の付き合いで人脈を増やすことも必要なんだ。そうなの？仕方ないわね。お父さんたちから山登りに誘われてるんだけど、あなたが行けないならがっかりするでしょうね。お前だけで行ってこいよ。俺は今そんな暇ないよ。そんなある日、夫と同じ部署の知り合いと話す機会があり、夫の休日出勤が多いことを愚痴ると、その部署では休日出勤なんてほとんどないと教えられた。それどころか、夫は休日は秘書課や受付の女子社員を連れて山にハイキングに出かけているそうだ。彼女らが山登りの写真を SNS に投稿していると聞き、私はその写真を見た。数名の女性に囲まれてにやけている夫の写真もあった。同じ会社に妻の私がいるというのに、黙ってこんなことをしていたのがショックだった。その日帰宅した夫にその話をすると、こう言われた。これも社員の親睦を図る研修の一環なんだよ。仕事のようなものだ。研修？会社が主催しているの？そうじゃないけど、俺ぐらいの立場になると部下の社員にも気を配らないといけないんだ。それならそうと言えばいいじゃない。なんで接待とか嘘つくのよ。お前に口を出されるのが嫌だったんだよ。最初から本当のことを言ってくれたら口なんて出さないわよ。ごまかすような真似をするから怒ってるのよ。何が接待よ。一緒にいるのみんな女子社員じゃない。お前には関係ないだろ。うるさいやつだな。夫は逆ギレして部屋を出て行った。私は夫のその様子を見て、おそらくハイキング仲間の誰かと特別な関係があるに違いないと思った。その後も帰りの遅い日や週末に外泊するなど
浮気をしている気配があったが、私は問いただす気にもなれなかった。そんな風にすれ違いが増えて、徐々に夫婦仲が冷え切っていった。以前は一緒に出かけていた山登りも、お互い別々に行くようになった。こうして、夫と共に登山に行くことはなくなったが、たまに義両親が趣味仲間との登山に誘ってくれて、彼らと一緒に難易度の高い登山コースにチャレンジすることは、私のスキルアップとなっていた。心がささくれ立っている時でも、山に行くとやはり癒されるし、そうした趣味を教えてくれたことだけは夫に感謝した。一方で夫の方は登山初心者の女子社員らとの山登りに明け暮れていて、おしゃれ重視の軽装備での登山ばかりしているので、夫の登山道具は手入れもされずに放置されたまま、錆やカビで傷んでいった。それから数日後、日帰り登山から帰宅した私が自分の登山道具を手入れしていると、それを見た夫が珍しく話しかけてきた。なあ、次の休みには一緒に山に行こうか。いいけど、急にどうしたの？いや、最近行ってないから。そういえば、もう保険に入って1年だろ。登山には不慮の事故や怪我もつきものであることから、夫は自分と同じ生命保険に加入するよう勧めてきたので、私は受取人を夫に指定して、同じ生命保険に加入していた。そうよ。それがどうかした？いや、加入しているならいいんだ。備えておくのは大事なことだからな。ええ、そうね。夫が誘った山は、私はすでに登ったことがあったが、せっかくの誘いなので、そんな余計なことは言わずに、素直に楽しみにしていると返事をした。それから2週間後の登山前日の夜、私はふと目を覚まし、夫の部屋から物音がするのに気がついた。私たちは以前から寝室を別にしていて、お互いのことは干渉しないようにしていたので、普段なら夫が夜更かししていようが気にしないのだが、この時は何か虫の知らせというか気になった。そこで足音を忍ばせて夫の部屋のドアに耳を近づけた。すると誰かと電話で話しているらしい夫の声が聞こえてきた。夫のうなずいたり相槌を打つ声の中ではっきりと聞こえた言葉があった。事故を装って突き落とすつもりだ。夫のその言葉を聞いて、私は息を飲んだ。明日の登山の目的はそれだったのか。これはきっと浮気相手との電話に違いない。邪魔な私を消して浮気相手とよろしくやっていこうとでも考えているのだろう。私は怒りがこみ上げた。明日の登山は絶対に行かないし、もう離婚してやると思った。しかし、浮気の証拠がつかめないまま離婚しても、私にとって何のメリットもない。離婚後に、夫と浮気相手が何食わぬ顔で付き合って幸せになるなんて、私には耐えられないことだ。だからといって、冷えた夫婦生活を続けても、私にとって不幸なだけだ。私は、夫の企みを逆手に取ってやろうと考えた。そして、夫と浮気相手の悪行を白日のもとにさらしてから離婚してやると決意。危険な賭けだし、身の危険は覚悟しておかねばならない。誰もいない登山道の崖っぷちで夫に襲われたら、私ごときではひとたまりもないだろう。なんとか身の安全を保ちつつ、夫の犯行を現行犯で抑えてやりたい。そのためにはどうすべきかと私は考え、ある対策を講じることにした。翌日は早朝に私の運転する車で自宅を出発した。
夫は車内では快活で、これから向かう山の見どころを語っていた。私は相槌を打ちながら、これから自分の身に起こることを予想して緊張していた。どうした？なんかあんまり乗り気じゃないな。そんなことないわ。天気が心配なのよ。楽しみにしているから余計にね。その日の天気予報は午後から曇りとなっていた。そうだったっけ？まあちゃんと装備してりゃ大丈夫だろ。そうね。備えはすべてできてるし大丈夫ね。私たちは登山口近くの駐車場に車を止めてザックを背負い出発した。この山の登山コースは頂上まで勾配のある中級者向けと眺めのいい中腹の展望台までのハイキングコースがある。夫は予想通り頂上までのコースを選んで進み始めた。私は夫に言った。この時間から出発じゃ頂上からの下山は夕方になるわ。天気も崩れそうだしハイキングコースにした方がいいんじゃないかしら。以前の夫なら頂上までのコースで行くなら前日から泊まり込んで早朝に出発するといった余裕のある時間配分にするところだ。ああ、このコースは意外と時間かからないんだ。昼には下山できるはずだよ。この言葉を聞いて夫は頂上まで行くつもりはないのだと確信した。私がこの山のことを知らないと思って適当にごまかそうとしているのだ。歩き出してしばらくすると私はあることに気がついた。夫が息を切らしているのだ。勾配のきつい登山はかなり久しぶりなのだろうし普段の運動不足もたたっているのだ。しかも靴は普通のスニーカーで杖すら持っていない。登山道具は長らく放置されて傷んでいたので使い物にならなくなっていたのだろう。岩もところどころ露出している登山道は厚底の登山靴でなくては結構な負担が足にかかることになる。私は手入れの行き届いた厚底の登山靴を履き杖代わりの愛用のピッケルを使って順調に歩いていた。私は夫に声をかけた。ねえ、息が荒いけど大丈夫？は？なんでもないよ。やがて中間地点に差し掛かった。ここは斜面を横切る登山道となっており陥没も多く見晴らしは悪いし道を少しでもそれると急斜面になっている。至る所に足元注意の標識が立っていた。夫は立ち止まり後ろにいる私を振り返っていった。ちょっと疲れたな。お前前を歩いてくれ。疲れた方にペースを合わせるべきよ。私は全然平気だしあなたが前を歩いた方がいいと思う。自分の意見に反対する私に夫は舌打ちをした。本当にお前は俺の思い通りにならないよな。そう言うなり夫は振り向いて私の腕をつかみ引っ張った。やめて、危ない。私はよろけて倒れ込み片手を夫につかまれて崖に向かって引きずられたがとっさに反対側の手で杖代わりに持っていたピッケルのピックを岩の間に突き刺して体を固定した。私は叫んだ。どうしてこんなこと。うるさい。さっさと落ちやがれ。夫は表情を歪ませて私の手をピッケルから引き剥がそうとしてきた。この手が剥がされたら私は終わりだ。目の隅に途切れた地面が映る。その向こうの崖下に投げ出された自分の姿を想像し恐怖に包まれた。その時別の方向から声がした。何をしている？やめろ！その声に夫は驚いたのか
一瞬力が弱まったので、私は夫の手を振り払った。夫は疲労が足に来ていたらしく、あっさりと体のバランスを崩し、登山道から足を踏み外して斜面を転がり落ちていった。おお！私は慌てて夫の転がった方を見下ろすと、かろうじて斜面の陥没に引っかかっている夫の姿があった。私が夫の方を見た瞬間、夫は私を見上げると同時に驚愕の表情を浮かべた。夫は言った。父さん、母さんまでなんでここに？見下ろす私の傍らには義両親がいたのだった。そう。私が取った対策とは、義両親に事情を話して、万一の時は夫を止めて説得してくれるよう頼んでいたのだ。義両親は、自分の息子がそんなことをするとは信じたくない思いと、本当なら阻止せねばとの義務感から、私たちの後をつけてきてくれたのだ。お前、自分が何をしたか分かってるのか？違うんだ。そんなつもりじゃなかったんだ。その時、電話の着信音が鳴り響いた。ふと見ると、夫の携帯電話が登山道に落ちたまま残されていた。義父がその電話を取ってスピーカーにした。女の声が静かな山中に響き渡る。ねえ、匠、もう奥さん落っことしてやった？夫が叫んだ。おい、待て、黙ってろ。なんか声が遠いな。山の中だから電波が悪いのかな。はーい、聞こえてる？はい、してるわよ。早く奥さん消しちゃってよね。夫はがっくりとうずくまり、もう言い逃れも諦めた様子だった。義父はそんな息子の様子を厳しい表情で見下ろしながら、夫の携帯を切った。消防に救助要請する。警察にも通報するから、お前は自首するんだ。いいな。夫は陥没に挟まってうずくまったまま、かすかにうなずいたように見えた。義母は泣き崩れた。私は自分が助かった安心感で放心状態だった。その後、夫は警察と消防に助けられて崖から引き上げてもらい、大した怪我もなかったようだった。私と義母は先に下山して、登山口の駐車場で待機していた。すっかり暗くなった駐車場には、複数の警察車両や消防車、救急車が止まっていた。日暮れに降り出した雨が、アスファルトにいくつも水たまりを作り、緊急車両のサイレンの明かりを反射している。しばらくして、義父に引きずられるようにして歩く夫が現れた。夫の顔は憔悴して目はうつろだった。転落の状況はすでに警察に伝えていたので、夫が私を引きずり落とそうとしたことについて事情聴取がされた。夫はこう言った。付き合っている女性に結婚を迫られていて、妻が事故に遭えば保険金がもらえるし、彼女とも結婚できると思ったんです。それを聞いた私は何も言えず、義母は顔を覆って泣きながら言った。なんて恐ろしいことを考えるんだい。七海さんが自衛していなかったら、あんたは前科者になっていたのよ。夫は投げやりに言った。そうだな。こっちは足がフラフラなのに、女のくせに。そう言いかけた夫を義父が殴りつけた。怒り心頭の義父は警察になだめられ、夫はそのままパトカーに乗せられて連れて行かれたのだった。その後、夫は未遂犯であるものの懲役2年6ヶ月の実刑となり、彼の収監中に私との離婚が成立した。元夫からは後悔してるといった私への謝罪文が送られてきた。元夫は自分の預貯金や定期を解約して、すべての財産を私への慰謝料に充てるよう
弁護士に手続きさせたので、約200万円が一括で支払われることになった。その弁護士によると、自分の欲望に振り回されて傲慢だった元夫は、逮捕後はつきものが落ちたように反省しているという。しかし、犯した罪は取り返しがつかないのだ。元義両親は、息子が犯罪者になってしまったことで、心労でひどく憔悴していたが、私と私の両親に対して土下座して謝罪し、賠償金として300万円を肩代わりして支払ってくれた。元夫の浮気相手は、夫の自白ですぐに判明した。同じ会社で入社3年目の若い女性社員だった。休日出勤と嘘をついて、ハイキングに行った後に彼女と浮気をしていたらしい。出世した元夫を誘惑して、妻の私を事故に見せかけて崖から落とし、保険金をもらうように元夫をそそのかしたそうだ。私は浮気の慰謝料を彼女に請求中だが、彼女は元夫の行為に手を貸しており、近々逮捕状が出ると予想されたので、こちらは早めに弁護士に相談して300万円を一括請求した。どうにか彼女の逮捕前に慰謝料は支払わせたが、支払い能力がなかったことや時間がなくて、150万円まで減額となることを了承せざるを得なかった。こうして離婚後の清算も済ませた私は、会社に退職願を出すことにした。元夫と浮気相手に報復することはできたが、あの2人のいた会社に居続けることは辛かったので、心機一転やり直したいと考えたのだ。幸い独立して観光ガイドの会社を起こす上司からの誘いもあり、登山ガイドとして雇ってもらうことになった。これからは趣味だけでなく、仕事でも登山ができることに胸を膨らませている。今回は山で怖い思いもしたが、そんな私を守ってくれたのも登山経験のおかげだったし、山に行くことで傷ついた心もきっと癒されると思うのだ。